アロハ。アロハ。グローバル化が進む中でどうやって多くの文化と共生していくか、日本人でできることについて、プレゼンをします。海に囲まれたハワイでは特有の文化が育まれました。ハワイ語やフラダンスやハワイ独自の神話なのです。私たちはこれを、異色ミュージアムや河原さんのお話を聞いたりして学びました。1778年、ハワイに大きな転機が訪れます。キャプテン・クックが率いるイギリス人たちがハワイにやってきて、そこで2つの異なる文化が衝突しました。イギリス人たちはキリスト教や英語という独自の文化と価値観を持っていました。西洋人はハワイの文化を受け入れることができませんでした。またハワイを統一するため、支配するために文化を一つに統一し、イギリスの価値観を押し付けました。例えばイギリス人たちはハワイの人たちが上半身裸でいることを受け入れられずに服を着るよう強いました。イギリス人の価値観はその文化を受け入れることができなかったのです。1886年、今度は日本人がプランテーションでの職を求めてハワイへやってきました。ここでも、異なる2つの文化が出会いましたが、今度は何が起こったのでしょうか。これは僕がハワイで見つけた日本です。鳥居や日本食のお弁当などがあります。ハワイと日本は2つの文化をどちらか1つに統一しようとしたのではなく、お互いをこの文化を受け入れようとしました。これを見てください。これはパールハーバーで見つけた佐々木貞子さんの千羽鶴の展示です。かつて真珠湾攻撃で多くのアメリカ人が亡くなりましたが、そのアメリカで日本の攻撃をした日本の千羽鶴は展示されているということは、この2つの国は悲劇を乗り越えてお互いに尊重し合っているという何よりの証拠です。またハワイにはビジョンと呼ばれる方言があって、そこでは鼻水のことを花形と言います。英語やハワイ語、日本語のどれか一つに言語を統一するのではなく、お互いの言語を取り入れて、取り入れています。グローバル化について考えてみましょう。グローバル化は世界の文化を一つに統一しようという動きが見られます。例えばグローバル化では英語が共通の言語として使われることが推奨され、時間の統一もされようとしています。昔の人々は太陽が昇ったら起きて太陽が沈んだら寝るという事前に合わせた生活をしていましたが、今社会では統一された時間の中で過ごすことが強いられています。グローバル化の進む社会でそれぞれの文化を守るにはどうしたらいいでしょうか。なぜハワイでは異なる文化が共存することができたのでしょうか。ハワイの人々は常に感謝と尊敬の念を持って生きています。例えば大量の布が必要な時でも1羽の鳥からは1つの亀しか取らずに取りませんでした。なぜなら1羽から多くの羽を取るとその鳥は死んでしまうからです。彼らは自然との継続的な共存を望みました。日本人は控えめで謙虚と言われています。悪く言えば積極性がないです。しかしイギ
えれば相手を思いやり、相手への感謝を忘れないハワイと同じ態度を持っています。自分から発言をすることを日本人は嫌がりますが、それも相手を不快にさせたくなかったり、話を途中で折ったりするのを嫌う、相手を思いやる気持ちからのそういう行動になります。日本では食事の前にいただきますと、食材の命や、生産者の人、料理を作ってくれた人への感謝の気持ちを表します。グローバル社会では、他の人と、コミュニケーションを取ることが大切です。これは、トガティさんも言っていました。今、私たちは自分の意見をはっきりと伝えることが求められています。私はこの研修で毎日ディスカッションをしました。そこで自分の意見を伝えることの大切さを学びました。自分の意見を伝えることは悪いことではありません。日本人の謙虚さは相手の文化や考え方の尊敬に使うようにして、自分の積極性を取るような形では使ってはいけません。このように、日本人の謙虚さを少しだけ変えて、相手を寛容に受け入れ、相手の考えや文化を尊重するように、謙虚さを使うと、グローバル社会では多くの文化がありつつも、日本人がリーダーとしてその文化を尊重して世界を引っ張っていく